人生で最大の皮肉といえば、みんなが欲しがるものは誰もがすでに持っているということだ。豊かに欲しいと願うものは何でもすでに豊かに持っている。あなたには、あるいはあなたの知る人たちには本当だとは信じがたいかもしれない。それでもこれが真実なのだ。こんにちは。癒しラジオのカノンです。今日はニール・ドナルド・ウォルシュさんの豊かさとライフワークの一節をご紹介したいと思います。ニールさんといえば世界的ベストセラー神との対話が有名ですが、この本は少し趣が異なり、ニールさんが豊かさ、そしてお金についてご自身の言葉でメッセージを語られているものです。その内容は冒頭で触れたように独創的でとっても興味深いものになっています。今日はこの本の中から私がお気に入りの部分をご紹介したいと思います。このチャンネルではスピリチュアルメッセージや瞑想、またお役立ち情報など心と体の癒しに特化したコンテンツをお届けします。ラジオやオーディオブックを聞くように気軽に、そしてリラックスしてご視聴ください。それでは続きをどうぞ。豊かさとライフワーク。はじめに、人生最大の皮肉。人生で最大の皮肉といえば、みんなが欲しがるものは誰もがすでに持っているということだ。豊かに欲しいと願うものは何でもすでに豊かに持っている。あなたには、あるいはあなたの知る人たちには本当だとは信じがたいかもしれない。それでもこれが真実なのだ。そんなことはないと思うから、そんなことはないように見える経験をしているだけだ。人生をどんなふうに経験するかという点で、ものの見方や考え方が非常に大きな役割を持っている。ある人が足りないと呼ぶものを、ある人はたっぷりあると呼ぶ。それぞれの個人の定義が個々の経験を創造しているのだ。あなたの定義と選択のエネルギーが対象となる物事を増幅させ拡大する。あなたが現実だというものがあなたの現実になるのだ。なぜ私にそんなことがわかるかって？その理由は、私がこの疑問をずっと長い間問い続けてきたからに違いない。特別な才能があるわけじゃないが、いつもずっと問い続けていたからこそ、とうとうその答えを受け取ることになったのだ。私はこの答えが神から届いていると信じているが、それがあまりに衝撃的で印象深いものだったので、与えられた答えをすべて書き留めておくことにした。その記録が後に神との対話シリーズとして世界的なベストセラーになったものだ。あなたはこの答えがどこから来ているかについて、私と同じように信じる必要はない。ただ、ここにある知恵を活用し、あなた自身に役立ててくれればいいと思っている。豊かさについて神は、私たちがその本当の意味を理解しておらず、豊かさとお金をごっちゃにしているのだと言った。実際、私の経験から言うと、自分が持っている真の豊かさを総ざらいして、そこに見つけたものを人生で出会うすべての人々と惜しみなく分かち合うこと、手放すことを決心した途端、これまで豊かさだと思って絶望していたもの、お金が向こうから勝手にどんどんやってくるのに気づくことになる。とはいえ、この一連のプロセスを受け入れられない人も多い。なぜなら、私たちがお金のことを考えるとき、それは神の世界の
外側にある経験やエネルギーだと思っていることがよくあるからだ。しかし、神の世界の外側には何もない。神でないものなど、この世に何一つない。一旦お金が神の一部であることを理解すると、あなたの考えは一変するだろう。お金を悪の根源ではなく、広がりゆく神の栄光の一部であるとみなすようになるからだ。そしてこの見方は実に目覚ましい結果をもたらしてくれる。私たちは誰でも真の豊かさを経験することができる。神との対話の並外れた英知は、その方法を明確に指し示してくれた。ここではその知恵を私が受け取り理解したままに心を込めてシェアしよう。この中にあるたった一つのコメントでもいい。それがあなたのより大きな幸せへのドアを開け、道を示すものになることを願っている。ニール・ドナルド・ウォルシュ。豊かさを邪魔する思い込み。豊かさの経験を邪魔する考え方というものがある。それは私自身が豊かになることを妨げていた原因の一つだった。さて、これから話すのはお金や物の豊かさについてだ。ところで、それはいいことなのだよ。それもまた豊かさと呼ぶものに違いないのだ。私がお金や物は豊かさとは関係ないとか、豊かさとはさっき話したスピリチュアルなことだけだとか言ってるなんて勘違いしないでほしい。そういうこともまた豊かさと言っていい。お金、所有物、豪華なガラスの器やアンティーク、贅沢な物品、それもまた確かに豊かさと呼ぶものだ。だからそういったものも豊かな人生の経験というカテゴリーから除外したくはない。実を言えばこれもまたかつての私がやっていたことなのだがね。つまり私もある意味それを豊かさと言っていいじゃないかと思いながら、心のどこかではそう言いたくないと感じていた。わかるかな？こういうことだよ。多くの人がお金は悪いものだという考えを持っている。あなたがそうなのかは知らないがね。大抵の人が無意識のうちに持っている考えだ。だからもし彼らに直接お金は悪だと感じますか？お金は悪いものと思っていますか？と聞けば、いいえ、お金はいいものですと答えるだろう。ほとんどの人はそう言うだろうね。でも実際はお金が悪いもののように行動している。例を挙げよう。私の知人にお金が悪いなんて考えは絶対に口にしない人がいる。彼女にとって事実お金はいいものだ。だけど彼女に頼み事をしたとき、例えば空港まで送ってもらえるとかなんとか頼むとするよ。ちなみにアリゾナのフェニックス空港まで往復2時間かかるんだ。フェニックスに到着して少しだけどガソリン代を受け取ってくれと言うと、彼女はこう言う。ダメよ、ダメダメダメ。そんなもの絶対いただけないわ。誰かに頼み事をして実際にかかった経費分くらいの少しのお金を払おうとするのに、どうしても受け取ってもらえなかったっていう経験はないか？それってどういうことだと思う？彼らはあなたの感謝は喜んで受け入れるが、お金は受け取りたくない。なぜなら、どういうわけかあるレベルで自分のした親切とお金を交換するのは
汚れた取引になると感じられて居心地が悪くなってしまうからなんだ。ところで私の場合、そういうことで居心地が悪くなるなんてことは決してない。だからいいことしたらお金くれるって人がいたら教えてください。私は喜んで全部もらうよ。ただ私でもそういうのが難しい時がある。ニールのようなスピリチュアルな人間がそんなこと決して言わないだろうと思いたい人もいるからね。それでも私はこんなことを言うんだ。アイクという名の神父を知っているが、彼はよく言っていた。お金大好き。お金も私のことが大好きさ。私はお金が好き。お金も私のことが好き。これは偉大なるメッセージだ。この宇宙のすべては神だ。ただしお金以外は、なんてこと私は言わない。そうではなくて、この宇宙のすべては神だ。そこにはお金も含まれていると言おう。お金は私たちが神と呼ぶエネルギーのある一つの形に過ぎない。だから私たちはお金が悪いものだという考えから何とかして抜け出す必要がある。では汚れた金、いやらしい金持ちなどについて話そう。こういう言葉は使う人の心の奥にある考えを表している。それか少なくとも社会大半の深層心理をね。社会にはいまだにこの手の考え方がとても根強く残っているんだ。私が多くの人たち、セミナーの受講者やメディアのインタビューなどでよく聞かれる質問の一つにこういうのがある。世界中でスピリチュアリティについて説きながら大金を儲けているのをどうお感じですか？私が何か悪いことでもしているように聞こえるだろう？ほら見ろよ。ニールはあれでえらく儲けてるぞ。まるで社会に向けて警告を発しているみたいだ。それにしょっちゅうこんな手紙ももらう。あなたが本当にスピリチュアルな方なら、なぜ本の印税を全部貧しい人たちに与えないのですか？というより、本の内容をインターネットで公開して、誰でも無料で見られるようにすべきでは？著者たちみんながそんなことをしたら、出版社は潰れて、本自体が作られなくなってしまうよ。いいかい？誰かが何らかの形で本を出版するところから物事が始まるんだ。インターネットに載せるにも結構お金はかかるよね。インターネットの技術者にしたってお金はいるようなんだから。そこでわかるのは、お金は私たちが構築してきた現代社会のシステムをうまく機能させるための潤滑油に過ぎないってことだ。だからそれはそれでいい。そう思わないかい？私はスピリチュアルな人間だから本をタダで配るとか、入ってきた印税を片っ端から貧しい人たちのところに行ってばらまき、自分には一銭も残さないなんてことはしない。そうしながら実際にはナンシーと私は財団を設立して、毎年多額の基金を価値ある活動に送っている。だからってそれが偉いってこともないが、ただそれが実際のところなんだ。私はお金をたくさん儲けるのが好きだ。自分が世の中に対して何をしたいかをはっきり分かっているし、お金はその多くを可能にしてくれるからだ。私には世界を変えていきたいというビジョンが明確にあって、さっき言ったように、お金はこの社会に変革をもたらすのに必要な潤滑油なのだから。いかがでしたか？お金とはエネルギーであると言われますが、この本ではさらに深く個人の意識、集合意識にも触れて分かりやすく表現してくれています。気になる方はぜひ一度お読みになってみてください。
最後までご視聴ありがとうございました。これからも役立つスピリチュアルと癒しの情報をお伝えしていきますので、よろしければチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。それでは今日も素敵な一日を